お芝居チャンネル、かおるちゃん。さあ、ここまででぐわっとやってきましたね。自分のことをよく知れた。自分を知った。まずはこんな見た目、こんな役者、こんな気持ちだ。で、こんなスキルを持ってる。だからこそ俺はこんな役者になりたい。こういう風にお芝居の仕事をして、生計を立てていきたい。例えば映画なら誰々監督のこれに出たいとか決めました。やっとトレーニングですよ。ここです。はい。これも基礎的なものがずらーっと並んでおります。これをやってったらまずはいいんじゃないかなということでございますね。この辺は見た感じで皆さんわかると思いますけども、バラバラーと、説明していきましょう。発声はっはっはってなんかイメージわかりますかね。やったことがある人ね。とか大きい声が出るようにとか、声が正しくね出るように、やっぱり声っていうのも僕たちの商売道具の一つですから、その声っていうのを自在に操らなきゃいけないんですね。めちゃくちゃすごいスピードで喋ったりもできれば、ゆっくりとした淡々としたセリフを吐くこともできる。この息の量とかを調整するっていうのがこの、発声のトレーニングになるんですね。でこれがもうすごい欲しいんですよ。声が大きく出る人がね、小さく出すっていうのはありなんですよ。これはもう逆に素晴らしい。ちゃんと自分の中でコントロールして鍛錬して小さい声が出るですね。でも声が小さい人が声が小さいっていうのはダメなんですよ。これはね、もうこの肺活量のこの横隔膜をねぐーっとこう調整してやるんですけど、やっぱ声が小さい人はね、もうそれしかできない。つまり選択肢がないってことですよね。幅もない。で、声の広がりもない。だからこそできるだけ自分の可能性を広げておくね。発声すごくこう声をコントロールしてくださいということです。これ付随して次滑舌、これも一緒ですね。滑舌が悪い人聞きたくないですよね。これね、ニュース番組とかでもね、おはようございます、朝のニュース番組をお送りします、今日の来日県は晴れです。どこがどうなっとるんよ、今日の天気予報は。どこが晴れでどこが雨よみたいになるじゃない。多分みんなも経験あると思うんだよね。 YouTube とかで何かを調べるときに、これいいなってパッて見て、ちょっと滑舌悪かったら見る気起きなくない？なんか題名はすごいなんか自分にとって役に立つようなものがあるのに、なんかちょっと違う人行こうかなみたいな。これね、僕経験あるんですけど、僕はね今絶賛ソシャゲでねクッキーランキングダムをめちゃくちゃやってるんですよ。はい。でそのこうメンバーをね選出する時にボスになかなか勝てないと。でこれどうしようかな、 YouTube で調べよう、クッキーランキングダムボスラストボス戦うとかパーティーとかね検索してやってみたら、やっぱねいたんですよ。もうこれで勝ったよっていう人が、おおこれ勝てるんやと思ってパー見たら、さあ始まりました、よろしくお願いしますね、じゃあこのパーティーで笑い方がキモい、これまた別の話なんですけど、いやでこれでガチャ回して、おすごい、今ね僕興奮してますみたいな人がいて、僕はそっと画面を閉じました。みたいなことがあるんですよ。だから滑舌すごい大事。でもこれもね、大が小をするのは丸って書いてあります。これも一緒です。滑舌が悪い役が来たら滑舌が悪い役をできればいいんですよ。だから滑舌がいいに越したことないよねって話です。はい。次、柔軟性。これも大事ですね。柔軟性、これはもう全てに関係してますから、もう全て。なぜなら役者は体が資本ですよね。体の全てを使って基本的にはこうお芝居を表現をしますよね。もう全てに関係していきます。これは例えばそうだね、発声滑舌とかもここのねストレッチとかも大事ですし、これから出てくる筋トレ、ダンス、歌、盾、アクション、乗馬も全てに関係していきます。柔軟性でございます。これすごい。これはね、柔軟性をすることによって可動域が増えるじゃない。可動域が増えるってことは可能性が増えるってことなんだよ。いろんなことができるようになる。でそもそも怪我もしづらくなるとか、いい筋肉がつくとかあるから、これは絶対にやった方がいい柔軟性でございます。はい。ね、筋トレもやろうよねって話です。筋トレはほんとね、もう僕ね最低限でいいんじゃないかなと思います。なんかみんながケイン小杉さんみたいになる必要はないんですよね。別にそのなんだリボビタン D の CM をやりたいんだったら話は別ですけど、そうではないと。で筋肉がちょっとつきすぎちゃうとやっぱり動きも重くなっちゃうので、最低限欲しいんですね。でこの最低限がねない人がちょっと多いかなと思います。単純にね走って止まるっていうことができないとまずダメ。
で舞台ってやっぱ広いから、その小さくてもやっぱね 10m、16m、大きいとこだとね 50m、何十メーターありますから、走って止まる機敏な動きができるっていうのがないとやっぱりメリハリのあるお芝居もできないし、そもそも緊張感がないよね、走れないと。暴漢が「へへへへへお前のこと襲ってやるぞ、やめてバカ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 、捕まる捕まる、走れはよお前、本当にお前夜中お前最寄り駅でうわっとかやったらお前めっちゃ走れやろお前走れ!」言うて、思いますけども、だからこれ最低限必要ですよという話でございます。はい、これもまあ最低限のあったらいいよねというところでございます。これね大体一緒かなと思って一緒にしてますね。これねダンスと歌、これ一緒ですね。これ大体セットで使うことが多いですね。皆さんの大好きなほら夢の国のネズミのいるじゃないですか。なんだっけ、ディズニーだディズニーとかね、ミュージカルでやっぱり歌って踊る、あれセットですよね。で映画とかでもねもちろんね歌ったりもするし踊ったりもしますよね。でやっぱり役者として成功したい、これからねやっぱりこの動画を見てる人は役者を目指したいということは売れたいってことですよね、やっぱり役者として。で目指すべきはやっぱり 2.5 とかをやっぱ目指す人いますよね。今見てくれてる顔がイケメンのね君もそうでしょ。 2.5 目指したいなと思うテニスの王子様とか刀剣乱舞とかね、ファンの方もいっぱいいらっしゃいますから、ここ目指したい。そうなるとやっぱ歌とダンスは必要ですよね、ここね。だからここできたらいいよね。で歌もダンスもやったことないよと、どうすんのということなんですけども、ダンスはねこれはまあ諸説ありますけども、これ僕が思うのね、これクラシックバレエかヒップホップかどっちかやったらいいんじゃないのって思うんですけど、理由がありますね。クラシックバレエ大体ねその体の基礎となる中心というか体幹を使うというか、やっぱりこの基礎的な美しさ、手のこの感じ分かります？このなんか経験者とかだと分かると思うけど、手の美しさとか名残とかあるじゃないですか。そういうのをクラシックバレエで基本的に勉強できるから、で応用も効くしいいんじゃないかなと、思います。でヒップホップに移る際はクラシックバレエをねちょっと崩したりとかするっていうことなんですけども、もちろんね何にせよ例えばクラシックバレエの人が剣立てをすると美しすぎるとか、アクションもちょっとダンスっぽいとかあるんですけど、でもこっちがいいかなって僕は思います。でもそれもここなんですね。自分を知る、目標を立てる、ここすごい大事なんですけども、例えばね僕はねあんまりね歌が得意じゃないしダンスも得意じゃないの僕は。だから僕はミュージカルっていうのを自分の夢の視野に入れてないわけだよね。そしたら僕はクラシックバレエっていうこの科目を必修する必要がないわけだよ。これを取る必要がない。そしてでも普通のさ小劇場舞台でも踊ることはあるから、だから最低限楽しくお客さんに見せれるだけのダンスができればいいかなっていうんだったらヒップホップでもいいと思う。だからこれどっちか、その自分はダンスとかをやっぱり歌とかを中心に行きたいよっていうんだったらクラシックバレエやるといいかな思います。で次これも一緒にしてます。盾とアクションね。盾っていうのは特に日本だと刀を使いますよね。やっぱね刀が使えないと。あと300みたいな映画とかだと両刀を使ったりとかね、両刀っていうんですか、なんか両刃のやつ、両刀のやつを使ったりとか、あとくくり刀とか、くくり刀とかいろいろありますけども、時代劇とかやっぱり目指すんだったらこれ行った方がいいんじゃないかなと思います。でこれはね結構避けて通れないと思いますよ。日本でやるんだったら刀、これはもうどこの小劇場とかに行ってもやっぱり刀でチャンバラしてますから、それをやった方がいいかなと思います。でアクション、やっぱりここをさ夢見てさ役者って目指したいなって思う人結構多いんだよね。なんとかライダーとかいるじゃない、なんとかライダーなんとかレンジャー、ここ目指したいなって思うんだったらやっぱりこのアクションとかやっぱできた方がいいよね。これがさ行くぞとか言って構えるんだけどさ、行くぞもうこれ終わりだよね。もうこれね予選落ちもいいとこだよ。道具で攻撃するの君みたいな気持ちになるじゃない。だから最低限できた方がいいんだけど、これ一つ注意ね。これは外見をやりたいか中身をやりたいかでまた変わってくるんだよ。どういうことちょっと夢をでもそんな年齢層の子は見てないか、外見と中身違いますからね。これ違いますから、ここはどうしたらいいのかっていうと、中身の人はプロがやってるんですよ。当たり前ですけどもね、怪我がありますから、みんながみんなジャッキー・チェーンみたいなもんじゃないですから、骨折しても余裕だぜ俺ってやらないですから、だから外見と中身が違うよってことです。で外見をやりたいんだったら
最低限まずイケメンじゃないとダメだよねっていう辛い現実が押し寄せてきます。まああとそもそもネームバリューがあるとかね、そのジュノンボーイのコンテストで優勝とか、まあ2位だったとかね、そういうのがあります。まああと事務所の力とかもろもろございますけども、まあそれは今回はトレーニングということで置いときます。はい。とりあえずこれね、まあ内をやるにも外をやるにも最低限は必要かなと思います。で中身をやるんだったらもっともっと高めていかないと。で中身をやりたいんだったらこれはそういう養成所の教育機関みたいなものがあります。ジャックとかなんとかエンタープライズみたいな、なんかちょっと分かりませんけども、そういう名前のやつがありますからぜひ調べてみてください。はい。でバーっといってここら辺までできたらいいよねってことなんですけども、これ一つプラスアルファ乗馬がございます。ね、馬に乗れたらいいよねっていうことなんですけども、そうだよね。だって時代劇ってまあ最近出てこないけど馬乗れたらいいよね。大体さ大河ドラマとかってさ戦のシーンでみんな馬乗ってない？うわーバカドカバカ、まあもちろんこの辺 CG なんだろうけどさ、わかんないけどね、その予算感知らないからあれだけど、まあ戦闘の方とか確実に馬は乗ってるわけだよ。ってことは馬に乗れる役者さんが必要ってことなんだよ。で狙い目なのが、馬に乗れる役者さんって果たしてどんぐらいいいのって想像してごらん。みんなの周りに馬乗れる人いる？あんまいないよね。僕の周りにもいない。だからここ狙い目なんじゃないのって思います。でもこれお金がかかるのよ。すごいかかる。そうね、僕はまあ、今度ね動画で撮るんですけども3級まで持ってるんですね。一応ね障害と馬場まで持ってるんですけどもを3ヶ月で取って、軽自動車が中古で買えるかなぐらいの値段がしました、乗馬は。だから結構厳しいんですけど、でも取るだけの価値があるんですよ。これ朗報でございます。乗馬、今大河ドラマの話したよね。大河俳優、大河役者っていう言葉があるぐらい大河で飯食ってる役者さんがいるんだ。わーエクセレント、マジでレアリーって感じじゃない？これいいよね。だってさやっぱり僕たちって役者で飯食いたいじゃん。役者でご飯食べて堂々と胸を張って仕事ですって言いたいじゃん。職務質問のたびに「ああ僕役者やってます」「ああフリーターね」って書かれたくないじゃん。なんで警察は俺らのことフリーターって言うの？まあそれはもう話違うからいいんだけどさ、だからこれ夢があるよねって、乗馬いいよねっていう話でございます。はい、以上でございました。まさかでしょう。演技初心者がやるべきこと3選っていうから、どんな魔法のようなどんなトレーニングをやればもう中級者まで一気に行くぜみたいなんだと思ったら、自問自答まさかの哲学の話ですかみたいな感じになるんですよ。でもこれが本当に大事。なぜなら効率よく努力をしなければその努力は報われないから。僕はね24歳からお芝居を始めたんだよね。でまあ健康寿命もあるし、その知識量というかその覚える能力だってあるし、歩行速度だって遅くなると思うんだよね。って考えると、例えば60歳がねまあ役者元気にこうやってみたいなね年齢だとするよ。そしたら60と24で36ですか。僕36年しかお芝居できないんですよ。少なくないですか？これはねだからね遠回りしてる暇なんかないんですよ本当に。だから一生懸命ここ考えて、でこれはねもしかしたら一生涯ここを続ける必要がある。自分を知る目標を立てるトレーニングをするから帰ってきてまた自分を知る目標、これぐるぐるもしかしたら一生涯やらなければならないかもしれない。それはなぜか、時代は常に変化してるからだ。時代も変化してるし自分の気持ちも変化してる。子供ができたらどうする？親友が死んだら、いい舞台に立てたら、一躍有名になったら、いろいろ変わってくる。景色も変わってくる。そのたんびに自分のことを見つめ直してほしい。で自分はどんな役者になりたいか、どういうふうに将来を思い描いていきたいのかっていうのを毎日考えてほしい。そしたらきっと素晴らしい役者になれると思う。はい、ということで本日のまとめこちらドン。自分を知れ、これが大事です。自分を知ること、もうトレーニングなんかどうでもいい。言い過ぎか？これね、芝居は人生であり人生は芝居なんです。だからこそ自分のことをより知らなきゃいけない。答えは自分の中にってことでございます。ありがとうございます。
さあということで、今までの説明をやってまいりました。一緒にねこれから役者を目指していきたいよ、もっといい役者になりたいよという人はぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして役に立ったよ、高評価ありがとうねって感じの人はもうポチッと押してください。そして目標とかってさ、夢とかって言葉にすると叶うっていうよね。だからぜひ自分の今こう思ってる、こういう風な役者になりたいっていう夢や希望、自分の気持ちをぜひコメント欄に書いてください。ありがとうございました。またね。